今回は ORX005 ギャプランを紹介します。宇宙世紀0087のグリプス戦役において、戦場の広範囲化に伴い、多くの可変 TMA、TMS が開発された。その中で、大気圏内外で突出した機動性を発揮したのが ORX005 ギャプランである。少ない改造で宇宙船にも対応した。オークランド研究所で開発され、似た県であるオーガスタ研究所でテストされた。ムーバブルシールドなどの変更推進機を導入し、急激な加減速と方向転換を行うことができる。このため、驚くほどの機動性を獲得したが、推力に任せた強引な軌道変更は、急激な G を生み、パイロットに多大な負荷をもたらした。その結果、高性能だが、強化人間など対 G 能力に優れる一握りのパイロットにしか扱えない機体となってしまった。ギャプランは、条件に合うパイロットが乗れば、とても優秀な戦果を上げることができる。登場作品は、1985年3月放送の機動戦士ゼータガンダム、2005年5月公開の映画機動戦士ゼータガンダム1、星を継ぐもの、2005年10月公開の映画機動戦士ゼータガンダム2、恋人たち、2021年6月公開の映画機動戦士ガンダム閃光のハサウェイなどです。ORX005 ギャプランの機体性能スペックです。ガンダムマーク2との性能比較です。ジオングとの性能比較です。サザビーとの性能比較です。サイコガンダムマーク2との性能比較です。クイーンマンサとの性能比較です。ノイエジールとの性能比較です。頭部に連邦軍内でも標準化されていたモノアイを持つ。後頭部にはモビルアーマー形態時用のコクピットハッチがある。全備重量 94.2 トンに及ぶ巨体を支える脚部には、左右に3機ずつスラスターが搭載され、本機の大推進力の一端を担っている。その一方で、安定性を重視するため、
足底にはスラスターを持たず、設置面積が広い大型のヒールを採用している。腕部には、ギャプランの最重要装備である、ムーバブルシールドを備える。攻撃、防御、運動性を司り、モビルアーマー形態時も使用可能。スラスターを内蔵し、本機のトリッキーな機動性を担っている。ムーバブルシールドは、腕部とは独立して稼働するため、ビームサーベルとの併用も容易である。胴体部にはジェネレーターがあり、そこからエネルギーサプライケーブルが脇の下を通り、両腕につながっている。出力は、当時のモビルスーツの 1.7 倍ほど高い 3040kW もの大出力が、本機の大推進力を支えている。バックパックは、ギャプランの主推進機である。58,000kg もの推力を生み出す変更推進機で、ブースターパックとも呼ばれている。変更方向は上下のみだが、その分、推進剤の消費が激しく、運用可能時間は短い。モビルアーマー形態時のコクピットは、機首の後方に位置する。通常のハッチが胸部走行で隠れて使用できないため、後頭部のハッチを使う。ムーバブルシールドに内蔵されているビームライフルは、モビルアーマー形態でも広い射角を確保しており、柔軟な空中戦を可能としている。ムーバブルシールドは、モビルアーマー形態時も、独特のトリッキーな軌道を担っている。可動域はある程度制限されるものの、モビルアーマー形態時でも、能動的な防御を可能とする画期的な設計であった。ブースターパックは、ベクタードノズルとして機能し、本機の高い機動性の一助となっている。なお、このスラスターは、単体でも 22,000kg という大推進力を発生させる。モビルアーマー形態時は、合計15機、総推力18万 kg に近いスラスターが後方に集中している。なお、重力下では熱核ジェットが、宇宙では熱核ロケットが搭載された。ジオン軍で標準で使われていたモノアイタイプのメインカメラを採用。モノアイレールは十字型をしている。センサーの有効半径は13,000メートル。モビルアーマー形態時には、胴体部のハッチが使えなくなるため、後頭部にある昇降口からコクピットに入る。コクピットは、胸部と腹部の二次走行によって覆われている。内部には、リニアシートと前転周囲モニターを採用。緊急時には、胸部走行が強制排除され、イジェクションシートが射出される。モビルスーツ形態時のムーバブルシールドが、モビルアーマー形態時よりも小さく見えるのは、腕部の可動域を広くするためにシールドを縮めているためである。可変機が伸縮式シールドを採用するのは史上初のことで、開発スタッフが変形機構の有用性を理解していた証である。また、銃口の裏の突起を引き出すと、ビームライフル用のグリップとなる。腰のサイドアーマー内にビームサーベルを装備。先端のスイッチを押すとビーム場が形成される。ギャプランは18万 kg を超える大推進力により高速飛行を可能としていたが、それに似合うだけのプロペラント容量を有していなかった。高高度からの自由落下戦闘を想定していたとはいえ、戦闘持続時間と航行距離の短さは致命的な問題であった。そのため、基本設計からオプションブースターを組み込んでいた。このブースターは、熱核ロケットエンジンを搭載し、66,000kg もの推力を有していた。ブースター装着時の全長は30メートルを超える巨体となるため、高機動性は失われるが、戦線到達時にブースターは切り離されるため、戦闘に支障は出ない。ブースターの連結部。下部のラッチで機体を挟み込み、ブースターを固定する。上昇中の戦闘も考慮されていたため、ブースター装着時でも、モビルスーツ形態への変形が可能。単独で飛行するだけでなく、状況により、土台のような SFS を用いることもあり、柔軟性を持ち合わせていた。
宇宙世紀0083に始まった可変機の開発は、グリプス戦役時に最盛期を迎え、ティターンズ主導の連邦軍によって多くの機体が生み出された。BMX000 メッサーラパプテマス・シロッコが手掛けた TMA で木星圏で独自に開発された機体。初期 MA の機能と条件を高水準で満たしている。RX110 ガブスレイパプテマス・シロッコの技術協力を受けて開発された連邦軍初の TMS。複雑化を伴わないムーバブルフレーム構造により性能を高めている。RX139 ハンブラビグリプス戦役後期に連邦軍が開発した TMS。変形機構を簡略化してオプション並走の運用が可能となったため高い総合性能を発揮した。NRX044 アッシマー連邦軍が初めて開発した大気圏内用 TMA で高高度迎撃戦闘を目的とするムーバブルフレーム構造を採用していないのが特徴である。ORX005 ギャプラン NRX044 アッシマーの性能を踏まえて開発された連邦軍製 TMA。ムーバブルシールドの可動式スラスターにより変則的な機動性を発揮した。NRX055 バウンドドッグサイコニシステムを搭載した連邦軍製 TMA でスカートアーマーの内側に機体を収納する得意な変形機構を有している。MRX009 サイコガンダム村雨研究所で開発されたニュータイプ専用 TMA。制圧戦闘に主眼を置いた大型機でモビルアーマー形態に変形が可能。移動用最適な運用を想定していた。MRX010 サイコガンダムマーク2 MRX009 サイコガンダムのコンセプトを踏襲したニュータイプ専用大型 TMA。ベース機とほぼ同じ構造の変形機構が採用されている。ギャプランのパイロットはロザミア・バダム。降下中の戦闘でも動きが違うんだよ。機動性はこっちが上だって言ったろ。戦災孤児のロザミアは地球連邦軍のオーガスタ研究所で調整を受けた強化人間。コロニー落としのトラウマを持っている。戦闘を繰り返すにつれ精神的に不安定となり、その度に偽りの記憶に書き換えられた。その結果多くの矛盾が発生し、最後はそれに耐えられず精神が崩壊した。ロザミアは精神面に問題があったが、戦士としては優秀だった。特にニュータイプ専用機との同調が良好で、初めての機体でもやすやすと乗りこなした。ロザミア・バダムの人物相関図です。この人工的に歪められた人間関係により、カミーユ美談は望まない戦闘を強いられることとなる。そして、ロザミア・バダムは悲しい結末を迎えるのであった。カミーユのマーク2、クワトロの百式と高高度の空中戦を行います。驚異的な性能で、2人のニュータイプを圧倒します。場所を気にして戦闘するバカがいるのかい？潰すんなら早くしな。負けたよ。前後の見境のないロザミアが、ガンダムマーク2、百式、リック・ディアスと戦います。操縦に慣れていないかつのトリッキーな動きに戸惑いますが、すぐに立て直します。あのパイロット昨日と違うのか。でなくて、何か作戦があるのか。
ON MIZ のチャンネル登録をお願いします。